ともと去年の6月ぐらいに宮城の方でカズさんレースやってるとこでそれを見に行って、そこでカズさんのレースのトライアンフのバイクに乗せてもらって、その時にトライアンフかわいいって思ったんですよ。かっこいいっていうよりかはかわいいって思って、お父さんとかはハーレーとか乗ってますけど、私がハーレーっていうのは想像つかなかったんですよね。でトライアンフかわいいってなって、カズさんにも免許取りなよって、その時にはまだ取ってなかったので、もうその日取りなよって言われて、もうその日のイベントの帰りに免許センターに行って申し込みしてグローブだけはめは危ないんで。サングラスつけた方がいいですか？サングラスつけた方がいい。サングラスあった方がいい。なんか乗るんですかこれ？今後ろちょっと。おお。本当ある。トライアンフ乗りたいって言うから免許取って、だからちょっとトライアンフを味わわせてあげる。本当はね貸して乗れればいいんだけど、まだ免許取れてないから。そうか。すごくよくて、で今回特別賞としてこれ持って帰ってもらいたいです。そのまま大型の免許を取りに行って、そっから何のバイクに乗るってなった時にちょっと探してはいたんですけど、カズさんから「こんなのあったんだけど」って言って連絡入ってきたのが今乗ってる T100C のやつ。結構レアほぼほぼ純正らしくて、あんまりバイクお父さんとかすごい詳しいですけど、私はそんなに詳しいわけではなくて、まだペイペイですけどバイクに乗ろうと思ったきっかけっていうか、免許を取ろうと思ったきっかけ、カズさんもそうなんですけど、もうちょっとうちのお父さんの話になっちゃうんですけど、私が高校3年生の時に大きい事故がちょっとあって、もう内臓とか右足が開放骨折したりとか、もうバイクに乗れないかもしれないっていう状態でもう病院に運ばれて、で7時間8時間ぐらい、時間忘れちゃいましたけど、そのくらい長い手術を終えて救急集中治療室に面会に行ったんですよね。でもうそれでちょっと話した時にお父さん覚えてないって言うんですけどなんか一緒に乗りたかったなみたいなことを言ってたんですね。それはリオンさんと一緒に乗りたい？そう。私が後ろに乗ることはいつでもできますけど、でもここはもうちょっと深読みして一緒に乗りたいっていうのは、一緒にバイクここで持って一緒にツーリングとか行きたいのかなとか、無理やりとかじゃなくて行こうよみたいな。それがなんて言ったらいいんだろう、なんか親孝行って言ったら全部バイク乗ってることが全部お父さんのためっていう風になっちゃうかもしれないんですけど、それは全然違くて、親孝行も含め自分の趣味にもなるように趣味はもともとあんまりなかったんで、こういうのがバイクイベントとか多いじゃないですか。フラッグがあるとかも始めて、いろんなところに行って、でいろんな知り合いとかお友達とかができて、結構人と人をつなぐ趣味っていうか、めっちゃ深いなって思いますね。今深いこと言ってますよねめっちゃ深いですねお父さんそこいるよ
かけましょうか。かけましょうか。ハーレーは山水の男な感じがするんですよね。普通の田んぼの田で力の男じゃなくてもう漢字の方の山水の方のザ男って感じがして、あとちょっと重いじゃないですか。もう力士みたいなそういう感じでは私はないなって思って、ハーレーは、まあ、私的にはかっこいいの方で、トライアンフはまずロゴがすごい好きで文字と形がもうすごい好きでお気に入り可愛らしい見た目してるなって感じします。うん、やっぱりおしゃれ。うん、おしゃれな感じします。私がもうちゃんとバイクを運転したのは一昨日とかです。でもキックの練習してたの？キックの練習横浜ホットロットショーでそこにカズさんが T100C 持ってきてくれて、そこで納車って感じで、そこから車検とかいろいろ点検とか回してったら届いたのがほんと1週間ぐらい前、これに間に合わせるっていう感じではいた感じだったんで、ほんと12月ぐらいに納車したんですけど、そこではもう絶対キックをかけたいっていう1時間半だいぶ苦労してだいぶで最初の動画ね、そう明るかった。そう明るかったんです。かかった頃にはだいぶ夜も更けてるみたいな。はい、ちょっとまあ夜景に合わせつつずーっと1時間半やってるんですよ、この調子で。すっげえギャラリー増えてるけど体前にして先生帰ったからおおよし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 もうかかったんだよな。次行くなかけたい。何がダメなんだろう。カズさんがダメなんだ。あいいね。あ惜しいな今。でも全然なんかこう不安とかそういう気持ちがそういうのってない感じ。いやありますよいやありますよ。さっき公道まだ一回も走ってないんですよ。免許でも走んないじゃないですか。しかも出してもマックス40キロとかじゃないですか。まださっき公道出るかなってなった時にこうなんて言うんですかね、外出るとこってこうちょっとなってるじゃないですか。こうなってる感じ。こうで車とか来てて、うわいつ行こうでつなげなくてエンストしてなんか警備員の人に手伝ってもらいました
夜中エンジン結構近所っていうか住宅街でエンジンもうすごい音するじゃないですか。それうちのお父さんなんですけどせめて駐車場とか広いとこに行ってかけてほしいですね。みんなびっくりしちゃうんでなんか一旦インスタの動画撮るとかじゃなくてもうさーっと行って自分より周り気にしたいですねなんか周りの人目線で考えてなんか迷惑じゃないかなとか、一応だからバイク乗りはとか言われたりするじゃないですか。こう急な追い抜きとか追い越しとかでこうカーブでこういろいろ事故ったりとかして、だからバイクは危ないんだよとか、だからバイクはうるさいんだよとか、だからバイク乗ってる人はっていう風につながるじゃないですか。全部の偏見みたいな。まあその偏見言うのもまあ気持ちは分かんなくはないですけど、全員が全員そういうわけじゃないんだよっていうのは伝えていきたいですね。そういうのは私は違いますよとちょっと全然違いますからねもともと男性の趣味っていうイメージが強いじゃないですか。だからこう女性が乗ってたらなんかすごいこうモテようとしてるんだとか、そのなんか男好きなんだろうみたいな感じのは聞いたことなくはないですけど、でも私は違うんで私は違うんで、別にそれで誰かと出会って結婚しようって思ってるわけでもないし、誰かパートナー見つけようって思ってるわけでもないし、自分のためにやってることなんで、もうそういうふうに言われたら違うよってしかも私若いじゃないですか、今21でバイク乗ってる方って結構年上の方とか多いじゃないですか。もうなんて言うんですかね、もう私のお父さんと私みたいな、なんか親子みたいな、だからもうみんなが信頼してる大人に見えるんですよね。そうだから悪い人には見えないんで、そんななんか出会い目的とかエンジンかけてあげるよとかそういうのあんま感じないですかね。なんかそういう風にはありがとうございますありがとうございますみたいな、またみたいなどうしたの？クラッチワイヤー切れた？いや、大丈夫です。ああ。
私から見てお父さんですよね。山木純一ですよね。お家では、まあ、今実家には住んでないですけど、お家では厳しいイメージ。子育て熱心教育熱心か教育熱心な感じで、外行ったらまあ友情とかなんかこういう周りの人こう大事にするみたいな、人を大事にする、やっぱりこう人を裏切ると自分も裏切られるからなって言われてましたね、よく。だから情熱的な方だと。ガソリンが？本当だ。森谷君から森谷君、ガソリンちょっと分けてもらっていい？はい、どうぞ。いいよ。ガンガン乗ってきな。面白いっしょ？面白い。外しちゃった。あ、いや、離れちゃって。離れちゃった。PW なら乗ってた。嘘。50。おー、いいね。でも一番はお父さん、カズさん。それこそもう2人いなかったら多分今のバイクにも免許も取ってないと思いますね。原点みたいな。最近めちゃくちゃ嬉しいことがあって、ファンができたんですよ。どういうファン？ファンって言っていいのかわかんないですけど、今のところファンが1人は絶対いますね。この間大洗のフラットレースでフラッグガールやってたんですけど、その時に急に声かけられて、見覚えある顔だったんですね。でそれでリオンさんみたいな感じで声かけてもらって、前ホットロットショーでも声かけたんですけどみたいな、もうファンでみたいな、写真撮ってくださいみたいな、これインスタ載せていいですか、後で DM していいですか、めっちゃファンやん。これはファンって言っていいと思います。私はちょっと自意識過剰かもしれないですけど。はい、もう自己申告制でファンって言ってくれたので、ファンお待ちしてます、こちらから。はい。今何時だ？寒いの？もう5時前か。もう5時前かこれ。寒いな。そろそろ帰っつ。もう。帰っつ？帰っつ。家さ帰っつ。どんだけ生って。気つけて帰らんしよ。またが。気をつけて。気をつけて帰っつ。今度ね、風邪ひかないようにね。寒いからよ。ちゃんと温めて寝たぞって。分かったか？